クバイブ・ブン・アブドゥッラフマーンから、ハフス・ブン・アーシムから、アブー・フレイラからの伝承によると、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれは、二つの取引、売買二つの着方、クロージングそして二つの礼拝を禁止されました。使者は、ファジュル行の礼拝の後に日が昇るまでの礼拝、及びアスル、午後の礼拝の後に日が沈むまでの礼拝を禁止されました。また、イシュティマール・アルサンマー、一枚の衣で全身を包み込み、手を外に出せない着方、及び一枚の衣だけで膝を抱えて座り、アルイハティバー、その陰部が空に向かって露出してしまうような通報を禁止されました。さらに、ムナーバザー品物を互いに投げ合うだけで売買を成立させる取引、及びムラーマサ、品物に触れるだけで内容を確認せずに売買を成立させる取引を禁止されました。サヒーフ・アルブハーリー第584ハディース。ハディースの説明。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの指針、ハディに準拠し、命令、禁止、売買、その他のすべての崇拝行為、イバーダや対人相互関係、ムアーマラートを守ることこそが、現世と来世における善と救済への道です。このハディースには、禁止されたいくつかの事項についての説明が含まれています。アブー・フレイラー・アッターが彼をご満悦になりますようにの伝承によると、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれは二つの取引、売買を禁止され、ハディースの中でそれらを以下のように解説されました。ムナーバザー投げ捨てる、という言葉に由来し、商品、衣類などを投げつける動作そのものを売買成立の合意、イージャーブとみなす取引です。売り手が買い手に衣類などを投げつけた時点で、買い手はその購入を義務付けられます。ムラーマサ、触れる、という言葉に由来し、売り手が買い手に商品を販売する際、買い手がその商品に触れた時点で購入、売買が成立するという取引です。これら二つは、欺瞞、偽取や不正が含まれているため、禁止されている契約形態です。また、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれは二つの着方、クロージングを禁止され、以下のように解説されました。イシュティマール・アルサンマー、人が全身を一枚の衣類で巻きつけ、端を持ち上げることができず、手を下からしか出せない状態にする記法です。出入口が一切ない滑らかな岩のようにすべての開口部を塞いでしまうことからこの名が付けられました。これには、そのような着方をしていたユダヤ教徒への模倣が含まれており、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは彼らを模倣することを禁止されました。アルイハティバー、臀部、お尻を地面につけて座り、両脚を立ててももを腹部に寄せ、一枚の衣類で背中と両脚を縛って巻きつける座り方、あるいは手で両脚を抱え込む座り方です。これが禁止されたのは、着ている衣類が一枚だけである場合、体を動かしたり衣類がずれたりした際にチブ、アウラが露出してしまう可能性があるからです。それは預言者が、その陰部を空に向かって露出させる、とおっしゃった通りです。ただし、この禁止される座り方、イハティバーとは、一枚の衣類しか持っていない、下着などを着ていない男性がその衣類で行う座り方を指すと言われており、下着等でチブをしっかり覆った状態で行う座り方であれば何ら問題はありません。さらに、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは二つの礼拝を禁止され、ハディースの中で以下のように解説されました。ファジュル行の礼拝の後に日が昇るまでの礼拝、日の出の際に太陽の端、縁が現れ始めてから、空の地平線に太陽の円盤全体が完全に現れきるまでの時間帯の礼拝を禁止することを意味します。アスル、午後の礼拝の後に日が沈むまでの礼拝、これが禁止されている二つ目の時間帯であり、規定の時間帯の最初にアスル礼拝を終えた後から、特に太陽が沈み始め、太陽の円盤全体が完全に姿を消すまでの時間帯を指します。この禁止の一般的な目的は、日の出と日没の瞬間、及びそれに近い時間帯を避けることです。なぜなら、その時間帯は太陽を崇拝する者たち、太陽神教徒が礼拝、崇拝を行う時間であり、また悪魔が太陽に接近して自らの二つの角の間に太陽を位置させる時間だからです。なお、この禁止は自発的な任意礼拝、ナーフィラやタタウーに適用されるものであり、義務礼拝、ファルズーには適用されません。例えば、アスルの礼拝が遅れてこの時間帯になってしまったものは、義務礼拝であるため、この禁止時間帯であっても礼拝を行わなければなりません。ハディースから得られる教訓。商業取引における誠実さ、売買における良好な対人関係を促し、紛争につながる一切の欺瞞、偽取や不明確さ、ジャハーラを避けることの大切さ。チブの隠蔽と身だしなみ、チブ、アウラをしっかりと覆い、
美しく適切な姿、装いを保つことへの奨励。礼拝の禁止時間の明確化。礼拝を行うことが禁止されている時間帯とその理由の明示。